宇宙は空体または物質母体とも言うべき異及び異体から分裂した運動意識を有する最小単位の物質原子体意志を総子とする。この意志は吸引廃脚力によって他の意志群と修正運動を開始し、その修正体には意志の有する単純な機械的運動意識の集積として積極的合目的的活動能力を有する意識が生じる。この意識は修正体内の意志群をより高度な組織体に発展させるため、万物創造の気力として電性意識力と理性意識力を生み出す。この両力は同一修正体内で包容交互の作用関係にあって宇宙万物の造成を営む気力として活動する。この両力の発展的創造的自己運動の悠久なる過程で宇宙が完熟、太陽、星、地球などは意志群が集成から凝集、凝固へ進み固体化したもので、元素や生物、人類などはこれらの固体から第二次的に生まれた。意識活動を理解するに先立って意識交流の組織を認識しておかなければならない。まず意識体とは物質であり電磁体である。それは意志の結合体からなるさまざまな電磁体である。そして電性意識体は陰電性、吸引、反発を持ち、理性意識体は陽電性、浸透、吸引を持ってそれぞれ独自の機能を発揮しつつ、両者は常に包容光合活動を続けて諸物体の造成を営んできた。人体内における両意識の交流も電磁体微粒子の交流である。次に意識の交流組織について述べよう。1、絶縁組織。絶縁組織とは一つの記憶を抱いている意志流が他の記憶を抱いている意志流と混合混信しないよう特殊な脂肪体により核粒子間を絶縁している組織のことを言う。記憶については後で説明する。絶縁組織は脳と神経系である。脳とは大脳、間脳、脳幹などの内部器官を指すもので、これは特殊な脂肪の凝集層である。これを脳電層といって記憶を抱いている意志流を蓄積するところである。それぞれ異なる記憶を抱く意志流は電磁体であるため、これが混合混信しないように脂肪によって絶縁している。この絶縁組織がなかったならば、あらゆる記憶は雑然として錯乱し、人間の統制ある行動も不可能となる。神経系とは身体表部に浅く全身に分布する筋層に類するものであるが、筋層とは異なって理性意識力が強く主導しているものである。これは脂肪質絶縁組織体と交流組織体との混合組織体である。これは生体の外部から受ける刺激を敏捷適宜に伝達するためである。そして伝達に際して錯誤を生じないように、つまり他の刺激を受けた意識細胞と混合交流を避けるために特殊な脂肪組織となっている。2、交流組織。交流組織とは絶縁組織以外の全器官全生体である。これは全体として電気抵抗は高い方であるが、その部分によって抵抗の強弱があり、その強弱に応じて看板または敏速な意識交流をする組織である。これはまた絶縁組織体を異常している。生体内における生体霊及び宇宙体霊の交流活動の形態を波動、脈動、光索動の3種に分ける。1、波動とはあたかも水面に石を投げると波紋を描いて周囲に広がっていくような運動である。これは電性意識力を主体とする生体霊の活動である。生体が何かを感じて何らかの行動に移ろうとするときは、この電性意識力の中枢から全神経系全筋層及び精霊理性意識中枢に対し意志流を送る。そして各器官はこれを受けて次の瞬間には各自の所要行動に移る。この生体電性意識力中枢こそ人間活動の発信所、発令所とも言うべきものである。2、脈動とは波動と異なってあたかも円環の中を水が直流するような動きである。これは記憶意志流の活動である。感覚器官が何かに触れるか嗅ぐか聞くか見るかすると、その記憶意志流を神経系に脈動をもって伝え、
神経系は直ちにこれを脳へ脈動によって送り込み、脳の脂肪質体の中に記憶として留め、これを蓄積する。したがってこれを蓄積することは記憶を蓄積することであり、脳電層を構成することにもなる。また記憶を喚起して何か記憶に基づく行動を取ろうとするときも、記憶意志流は脳体から逆に神経系へ脈動によって送り出され、神経系はこれに基づいて次の腰部へ波動で伝え、行動が終了すれば記憶意志流は再び脳体へ送り込まれる。認識と能動活動については次で説明する。3. 工作動とは、目的物に意識が浸透すると直ちに跳ね返って元へ戻る運動である。これは精霊理性意識力の活動である。精霊理性意識力は精霊電性意識力中枢とどんな瞬間でも常に工作動をして、その波動脈動に転面して活動し、精霊電性意識力の調整をする。これはまた人体内の宇宙体霊とも工作動をし、同時に自己の統括する所要の臓器へも同様の活動を行う。4. 宇宙体霊の活動。宇宙体霊は精霊と異なり、全生体器官に工作動をする。これは精霊理性意識力よりもその浸透力がはるかに強大である点が特徴である。宇宙体霊は常時宇宙体力と盛んに交流を持続しながら生体の維持、身長の調整活動の主導力となっている。この力こそ人間を万物より優位に立たせる高度理性力の主体である。以上が人体内での意識活動の基本的形態である。ただしこの世紀の基準的活動を人間は往々にして狂わす。そのために人体はどのような影響を被り、どのような結果を招くか、これらの点について順次解明していこう。認識の問題はこれまで哲学上の中心問題として論じられてきたが、これを全般的に取り扱うにはあまりにも重要な問題であるので、別の機会に譲ることとし、ここでは問題の中心点である意識の交流順序のみを概説することにとどめる。認識という問題を考える場合、まず人間生態とこれを異常する外界との関係を考えてみる必要がある。宇宙界も個体界、人間生態も全てその構成要素は電磁力と意識力を持つ意志の結合体である。したがってこれらの交互関係は意識体の交流関係であり、同時に電体微粒子の交流作用関係である。例えば光も色も音も匂いも物の形も人の表情やその心理も、それを認識するのは、あるいは一人の人間の感情次第で第三者の感情が変化するのは、全てこの意志流の激烈な放射交流による。またさまざまな経験記憶によってさまざまな心理を醸し出すのも、生体内の意志流の複雑な反射交流による。ここに認識の起源を考えるとき、まず人間生体の表皮とこれに次ぐ神経系の性質を考えなければならない。これは明らかに有機質体のものであり、理性意識力の主導する活動面である。この生体の表皮では宇宙体力の常時浸透と吸引が行われ、また生体自身も吸引廃却を行い、そのために生体の外核では激烈な意志流の交流工作がまるで火花を散らすように行われている。これが霊体としてのいわゆる無効円光である。生命活動を続けているすべての生物体は例外なくその外核に意志流の工作層を持っている。